それでは時間になりましたので、京都大学からの提言ウェブセミナー第5回小さなことから世界を変えよう、京都大学発スタートアップ企業を育てるオリジナルメソッドを開始いたします。私は京都大学卒業生弁護士の佐藤由紀と申します。もともとは東京で弁護士をしておりましたが、現在はアメリカのワシントン DC で日本法及び米国の金融規制やファンド規制を専門としております。さて、今回で京都大学からの提言ウェブセミナーも第5回となりますが、今回から京大コラボラティブという京大に関係する NPO 法人が本ウェブセミナーシリーズについては運営をし、京都大学からサポートをいただくという形で実施しております。この京大コラボラティブについては後ほどウェブセミナー中のご紹介いたします。今回のウェブセミナーですが、最初に京都大学大学院医学研究科教授の萩原正俊先生より20分程度先生のご研究またそれに関連する活動についてご紹介いただいた後、私の方から何点か質問させていただきます。後半、デバング・タッカー博士にご参加いただきまして、京大コラボラティブについてのご紹介をいただき、その後、萩原先生、デバングさんとの対談という構成で進行します。最後に質疑応答の時間も設ける予定です。質問はウェビナー中いつでも受け付けますので、早めにQ&A のボックスをお使いになってお知らせいただければ大変助かります。
本セミナーでは日本語を母国語とするスピーカーと英語を母国語とするスピーカーが参加されますので、最初の方は、正確にお考えを伝えていただくため、日本語で、日本語でお話をいたしますが、後半、3人での対談のところについては英語で、させていただくという予定になっております。もっとも本セミナーは同時通訳をして同時通訳の機能がありまして、Zoom の地球儀のボタンっていうのが下の方にあるかと思うんです。画面の下の方にあるかと思うんですけれども、そちらを押すことで通訳を聞くことができます。ただし、この Zoom の通訳機能は、Zoom 自体に Web 接続されている場合のみ利用可能ですので、電話で入るとこの機能は使えません。したがって同時通訳機能を使いになりたい場合は Web、接続でご参加くださいますようお願いいたします。最後にウェビナーは、後日兄弟の YouTube および兄弟コラボラティブのウェブサイトに、アップロードされますので、適宜ご利用いただければと思います。それでは萩原先生のご紹介をさせていただきます。ご略歴を簡単な、ごめんなさい、ご略歴をまずは読み上げさせていただきます。私は三重県の北端の片田舎の開業医の次男坊で、大した才能もないし、都会は苦手なので、ブラックジャックのような外科医になってアフリカかアマゾンの奥地にでも行こうかと思っていました。ところが、医学部入学後にどんな名医でも治せない病気の多さに気づき、難病を治す新薬を作りたいと思い立ちました。学部学生の時に闇雲で始めた研究が運よく創薬に結びついたことを短所に、アカデミアでの研究を続けるとともに、その成果をもとに創薬ベンチャーを3社起業しました。自らが創生した薬を武器に、これまでの医療では治せぬ難病に苦しむ人々を救うことが人生の夢です。それでは萩原先生、先生のご研究、その他のご活動についてお話しくださるとのことで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ゆぎさん、ご紹介ありがとうございます。皆さん、おはようございます。アメリカの方々は、グッドイブニングなんでしょうか。今日はマザータングで、講演させていただいて、同時通訳がつくということですので、スライドも基本的には日本語ベースでお話ししていただきます。では、まずスライドを共有させていただきます。見えてますでしょうか。どうですか。ちょっとスライド、見えてないかな。見えております。大丈夫ですか。はい。はい、大丈夫です。このスライドは、吉峰寺という京都の西の方にあるお寺の紅葉をバックにしています。今日はですね、小さなことから世界を変えよう、京都大学発スタートアップ企業を育てるオリジナルメソッドということで、私実はいくつかのバイオベンチャー企業を、すでに、起業したアントレプレナーでありますので、多分今日お話ししろということになったんだと思います。で、最初の、イメージビデオで流させていただいたのがそのうちの2社で、BTB 創薬研究センターというのと、キノファーマー社というのに、ご無理を言って、撮影させていただきました。で、まずですね、本庄先生が今日もテレビ等で報道されてましたけれども、ご存知のようにオブジーボという素晴らしいがん免疫療法の治療薬を作られて、で、ノーベル賞を取られて、その後ですね、一緒にセミナー等をやっておりますので、私、セミナーの後のパーティーで本庄先生と、少しお話しさせていただきました。その時に、私の方もいろいろな創薬をやって、うまくいってますというお話をしていたら、本庄先生の方から、そういう、臨床試験といってですね、実際に、人に飲んでいただいて、うまく、それが効いた時に次何が起こるのか知ってるかって言われまして、いや、なんですかねって言っ
思ったらですね、本庄先生から、君、訴えられるんだよっておっしゃられてですね、確かに、弁護士をされているゆきさん、ご存知のように、お金のない人は誰も訴えないので、本庄先生のようにですね、大成功されて初めて、訴えられると。訴えられるというのは、日本ではなんかすごい大変なことだという感じですけど、アメリカではですね、ある意味で、訴えられるほど成功したという勲章でもあるということで、なかなか面白いジョークだなと思って聞いてたんですけれども、本庄先生ご自身もですね、実は日本では珍しいんですけれども、小野製薬を訴えられてですね、これは別に裁判というのは別にそう悪いことではなくて、本来の主張が一致しなかったときに、裁判所で決着をつけるということで、今日報道されてたように、この裁判のおかげで和解されて、小野製薬から京都大学に230億円ものお金が入ってですね、これを若手研究者の育成のための基金にするということを今日、湊総長がちょうど、会見されているのが報道されていました。で、すごい話なんですけれども、ちょっと考えていただきたいのは、もしオブジボがですね、兄弟発ベンチャーで開発されていたらと私は思います。これはご存知のように、メダレックス社が、アメリカのベンチャーのメダレックス社が開発してですね、それをブリストル・マイヤー・スクイーブが、会社なり買い取って、世界中で販売しています。ですから、オブジボ実は、1兆円以上、こういったがん免疫抑制薬、すべてではですね、世界中で売り上げているということは、もし、兄弟発ベンチャーがですね、本庄先生の発明を受けて、この薬を開発していたら、おそらく京都大学に入っていたお金はですね、230億円どころか、それの10倍以上になっていたであろうというふうに考えられます。ですから、なかなかですね、日本でベンチャーがこういった素晴らしい薬を開発するという例は、ほとんどないんですけれども、やはり、日本でもですね、こういったことが必要であると。もともと日本で見つかった発明がですね、アメリカのベンチャーがそれを開発して実用化しないとうまくいかないという、その仕組み自体が私はおかしいと思っていまして、今日このようなお話をさせていただくことになりました。で、私自身はですね、なぜ難病の治療薬の研究を始めたかということなんですけれども、もともとは、先ほど、ゆきさんの、ご紹介にもありましたように、私は、ブラック・ジャックの手塚治虫のこの漫画を読んでですね、よくある話なんですけども、こういった天才外科医のようになって、不治の病を治したいとこう思っていたわけです。そうことは甘くなくてですね、遺伝病のような病気はですね、もう誰も治せないという、そういう病気がたくさんあると。人は7000以上の遺伝病を罹患すると言われてまして、こういった病気を治したにはどうしたらいいだろうというふうに考えました。これ、遺伝病のたまたま映画があったので、小さな命が呼ぶとき、エクストラオーディナリーメジャーという、ハリソン・フォードが研究者の役で出てくる面白い映画なんですけれども、これは実話です。で、遺伝病を治そうという試みも世界中でなされているんですけど、まだまだ治らない病気の方がたくさんあるというのが実情です。で、私はやっぱりこういった遺伝病を一つでもですね、治せるような薬を作りたいと思って研究の世界に入りました。で、やっぱり遺伝病を治すにはですね、もう画期的な新薬を作るしかないと思い定めて研究を始めたんですけれども、なかなか遺伝子自体を変えることは難しいと。で、考えついたのが、遺伝子から発現してくるメッセンジャー RNA ですね、それの発現のレベルとかパターンを操作するような薬ならできるんじゃないかと考えました。RNA もですね、最近 RNA ワクチンというのがファイザーとかで作られて、皆さんもう打たれてると思うんですけれども、私が始めた頃は、RNA っていうのは研究の対象ではありましたけれども、なかなか創薬の対象ではなかったんですね。それを、なんとか、
抗生看護物でですね、影響を与えることで、遺伝病の薬ができないかというふうに考えたわけです。具体的な例を少しお話しいたします。で、例えばなんですけども、私が研究している病気の一つで、家族性自律神経失調症というのがあります。これは日本ではあまり幸い患者さんがいないんですけれども、東欧系のユダヤ人の方ですね、アシュケナーゼ獣医師と言われる方々ですけれども、その方々には非常に多い病気で、遺伝子ももう分かっています。IKBKB という遺伝子の一塩基の変異で、自律神経に必要なタンパクが作られなくって、ここに写真で示しましたような側板といって脊柱が曲がったりですね、いろんな神経障害であったり、自律神経失調っていうと、なんか大したことないようなんですけど、実は血圧とかですね、心臓の拍動ですね、そういったものも全部自律神経によって、制限されているので、なかなかこの病気の方々は40歳を超えて生きるのが難しいと言われているぐらい、ユダヤ人の方にとっては深刻な病気です。で、ここに書いてあるのは遺伝子の模型なんですけども、普段はタンパク質をコードしている、遺伝子の一部、エクソンと言われる部分がこうやってつながってですね、で、タンパクに翻訳されるというメカニズムがあるんですけれども、この遺伝子の一部の、GUAGU というこういう配列の、一部がですね、この家族性自律神経失調症の方の場合は GUAAGC という並びになります。でたった1塩基 U から C に変わったということで何が起こるかというと、実は先ほどのエクソンの並びのピンクの部分がですね、一つ飛んじゃうんですね。で、ここが飛んでしまうと何が起こるかというと、実は翻訳停止という現象が起こってですね、タンパク質ができないということが、起こります。で、このタンパク質が一つできないために自律神経の発達が阻害されて、こういった病気が起こってくるというのが、メカニズムだということは分かってるんですね。で、これは実はかなり前からハーバードの先生がこう明らかにしてたんですけれども、誰もそれを治療する方法がなかった。で、我々がやったのはですね、実は遺伝子自体はこういった GUAGC というなっている人でもですね、我々はこの正常なですね、RNA を作れるような、そういう化合物を見つけてきたわけです。で、このレクタスと我々が名付けた化合物を投与すると、遺伝子自体の配列は GUAGC なんですけれども、こういった異常な RNA でなく、正常な RNA が発現するということを見出しまして、遺伝子自体を直さなくてもですね、RNA のパターンを直すことができるというのが我々が、報告したことです。すでに論文に報告しています。で、もう一例出してみましょう。ダウン症という、これも先天性の異常があります。ダウン症というのは、21番目の染色体が通常2本のところが3本になっているんですね。で、この、非常に可愛いお子さんのダウン症の写真なんですけれども、少し特徴的な、実は見る人が見ると、この子はダウン症だなっていう願望を示します。で、顔つきが少しおかしいだけならいいんですけども、実は知的障害とか心機系とかがありまして、様々な症状を呈して、なかなか長生きしていただくことも難しいということです。で、この病気ですね、古くから、染色体が3本なるトリソミーというので、出生前でも診断はできるんですね。羊水を取ってくると、このお子さんは、生まれてくると、ダウン症になりますよということは分かるんですけども、妊産婦さんにとって気の毒なのは、じゃあどうしたらいいんですかっていうと、何も方法はないんですね。ですから、極端なことを言うと、もう堕胎して、そのお子さんを諦めるか、あるいはもう自分の人生を、ある種、覚悟を決めて、障害のあるお子さんを育てるか、そういう、二択になります。で、やはり我々はこういった、
診断、出生前診断はできるけれども、何も対処できないという状況を打開したいと考えて、ダウン症のモデルマウスというのはあるので、それの治療薬というのを探しました。で、見つけてきたのがアルジャーノンという化合物で、実はこのダウン症の知的障害というのはですね、実は DARK1A という、この21番染色体にある酵素の活性が、通常2本が3本になると、簡単に言えば 50% 酵素活性が高くなっちゃうわけです。1.5 倍になるわけですね。2本が3本になる。で、その働きを弱めれば、脳の構造が正常化して、認知機能も正常になるということを見出しまして、実際マウスでそれを確かめて、我々は発表いたしました。で、このアルジャーノンっていう化合物はですね、通常のアルツハイマーはパーキンソンにも効果があるという、また iPS の治療にも併用できるということで、なんとか実用化できないかとやっています。これも論文には報告いたしました。でこのようにですね、いろんな遺伝病とか1000点以上を、薬で治すことも可能じゃないかというのが我々の主張です。で、こういったことを、研究してますと、他にもいろんなものが見つかってまいりまして、例えば、パピローマというウイルスがあります。これはコロナと違って、そんなに致死性のウイルスではないんですけれども、ここにありますように、イボですね、手足のイボの原因ウイルスになります。で、手足のイボではなかなか人は死なないんですけども、一つ重篤な病気がありまして、これは子宮頸がんの原因ウイルスでもあるんですね。で、このウイルスが、女性の場合、こういう子宮頸部に感染しますと、かなり効率に、子宮頸がんになってきます。で、子宮頸がんというのはですね、若い女性に多発するがんで、日本でも年間1万人ぐらいは、こういう、子宮頸がんになってですね、3000人ぐらい亡くなると。また30代、40代と比較的若いうちにこういった子宮頸がんになられるので、非常に重大な問題です。で、実はですね、日本以外の先進国ではですね、予防ワクチンの接種を小学生のうちにするんですね。で、皆さん思い出されると思うんですけど、日本ではですね、実はこのワクチンの副作用ばかりがマスコミが取り上げたせいでですね、実は日本のワクチン接種率は1%以下です。で、非常にこれ、困った問題で、おそらく日本ではこれから子宮頸がんが多発いたします。で、実は今作られている予防ワクチンというのはですね、あくまで予防ワクチンなので、もうパピローマに感染した人、成人女性で、性交渉を行った後は感染している人がほとんどだと思われるんですけれども、その方に予防ワクチンを打ってももう効かないということで、我々はこれは治療薬が必要だと思って、実は、治療薬の開発をしてきました。で、実際、パピローマウイルスの RNA の発現を抑制するような化合物を見出してきまして、FIT03 と名付けた化合物が、そうなんですけど、これを実は秩序にしまして、女性に投与すると、こういった子宮頸がんになる前の、ところでですね、なんとかパピローマウイルスの増殖を抑えて、子宮頸がんを減らせるんじゃないかというふうに考えています。これも論文にしておりますので、興味がある方は見ていただければと思います。もう一つ、例を出しましょう。これも別に遺伝病ではないんですけれども、我々がたまたま、見つけた化合物の話です。で、強力な鎮痛薬なんですね。で、アメリカではですね、実はオピオイド、簡単に言うと麻薬なんですけども、この、麻薬の過剰摂取によって亡くなる方がたくさんいらっしゃいます。数万人の方が毎年亡くなられると言われていて、ある意味でコロナよりも深刻なことなんですけれども、どうしてこういった麻薬による、死者が多いかというと、これに、代わるような強力な鎮痛薬がないからなんですね。で、我々これもですね、やはりこういった麻薬に代わる、我々オピオイドって言うんですけども、そのオピオイドに代わるような、鎮痛薬というのを探しまして見つけてきました。で、これは副作用もないし、麻薬にあるようなですね、中毒も示さないということで、我々はこの、毎年アメリカで数万人及ぶ中毒患者を、なくせるんじゃないかというふうに思っています。
で、こういった化合物の研究というのはですね、なかなか医学部では難しいんですね。で、なぜかというと、実は化合物を合成してくれるような人は医学部にはほとんどいらっしゃいません。で、私は、じゃあどうしてこういった薬を作ることができたかというと、実は、日本でですね、日本ケミカルバイオロジー学会というのを作りまして、こういった化学合成をしてくださる研究者の人とのネットワークを、作りました。で、ケミカルバイオロジー学会というのは今世界で国際ケミカルバイオロジー学会というのもあるんですけれども、実は日本が一番最初にこういう学会を作ってですね、2006年にこれ作った時の様子なんですけども、世界中からいろんな方に来ていただきまして、私この青い、ジャケット着てるのは私なんですけども、珍しく世界で一番早くこういった学会を作りました。で、姉ちゃんにもですね、これ、皇居をバックにした、記事を載せていただきまして、日本が一番最初にケミカルバイオロジー学会というのを創設したという、今、世界中の国々でこういった、生物学者と、有機合成科学者が一緒に集うような学会というのが世界中でできました。これによってですね、医学生命科学をやっている人と、有機合成をしている研究者が一緒の場で新しい薬を作るという仕組みを作ることができたわけです。ただですね、アカデミアでこういった見つかった化合物がすぐ薬になるわけではありません。いろいろな研究室で面白い化合物見つけたよっていう話は聞くんですけれども、それがすぐ薬になるわけではありません。ご存知のように、臨床試験、こういった化合物、プレクリニカルと書いてあるのは非臨床といって、動物とかでテストするんですね。その後、なんとかなるよと思うと、フェーズ1、2A、2B、フェーズ3というような臨床試験を、進めていって、やっと、実際の薬になると。この段階で時間もかかりますし、莫大なお金もかかります。ですから、一回の研究者がですね、薬を作るのは従来は無理だというふうにみんな思っていたわけです。で、なんとかこれをですね、京都大学ではシステム化できないかと考えまして、私は、臨床までつながるワンストップ創薬支援システムというのを京都大学では作りました。これ京都大学のキャンパスマップなんですけど、医学部この辺にありまして、東大路と近衛通りに囲まれてるんですけども、その、薬学とも、あるいは病院とも連携しまして、いろいろな仕組みを作りました。例えば、ドラッグディスカバリーセンターといって、化合物を探すような場所だったりですね、見つかってきたものを合成展開したり、またそれをいろいろな動物とかで試せるような、そういった仕組みを京都大学の中に作ったわけです。これによってですね、一人の力じゃなく、いろんな人の力を合わせて、新しい薬を作る仕組みというのを作りました。で、実際に、今では60種類を超えるような機械を利用可能ですし、自宅解析といってですね、頼めばやってもらえるような解析も、たくさんありますし、化合物もですね、自分で持ってこなくても3万個以上の化合物をスクリーニングといって試してみることが可能になりました。で、こういったことで化合物を実際に見つけてくるとですね、次に、やるのは、それを、実際の臨床試験まで持っていかなきゃいけないわけです。で、そのためには、ベンチャーとかを作ってですね、新しい、化合物を試すだけのお金とか、人材を集めてこなきゃいけません。で、ベンチャーもですね、なかなか実際に自分で起業してみると大変なことがいっぱいあるので、ベンチャーを、創出して育成する場所が必要だということで、ベンチャーインキュベーター、イノベーションハブ京都というのを、医学研究家と薬学研究家が共同で作りました。今日の、最初の、イントロダクションの中にも映っていた建物がそうなんですけれども、この医薬総合研究棟という中に、イノベーションハブ京都というベンチャーインキュベーターが来ました。これもですね、実は医学部が学内に設置したという意味では世界最初のベンチャーインキュベーターなんですね。ベンチャーインキュベーター、もちろんアメリカとかだと J ラボとか有名なのがあるんですけど、みんな学外なんですね。で、それぞれスタンフォードと連携しているとか、ハーバードと連携しているのが売り物なんですけど、実は学内にあるインキュベーターとしては、これが世界最初です。
で、入居企業もですね、まあ、これ、もう5年前に作った時のものですけれども、すぐに埋まりまして、23社、まあ、ベンチャーだけじゃなく、いろいろな大きな会社も入っていただいたんですけれども、また京都市、その他、いろんなところと連携することで、ベンチャーインキュベーターとしては、まあ、成功いたしました。で、こういった学内にあるベンチャーインキュベーターが成功したらですね、まあ、実はサンディエゴの UC サンディエゴがですね、同じようなことを考えているから、お前もちょっと手伝えと言われてですね、で、UC サンディエゴがセンターフォールノーベルセラピティクスという新しいベンチャーインキュベーターを作るときにですね、京都大学も実はお手伝いしました。で、そのご縁でですね、今、総長されている、当時は、研究担当理事だった湊先生、開所式に、招待していただきまして、テープカットにも参加して、実は兄弟が UC サンディエゴを手伝って、こういう新しいベンチャーインキュベーターが、サンディエゴでスタートしたということでございます。で、交換条件というわけでもないんですけど、せっかく手伝うんだから、京都大学にもスペースをよこせと言ってですね、このセンターフォーノーウェルセラピティクスの中に、実は京都大学のスペースを確保いたしました。まあ、それがオンサイトラボということで、まあ、そのご縁でですね、京都大学と UC サンディエゴの方は、いろいろな提携を行いまして、例えば1年間にわたって、月1回オンラインセミナーというのを行っています。また、ベンチャーを紹介する、ショーケースというのがあるんですけれども、これもですね、京都大学と UCSD が連携する形で、毎年行っておりまして、まあ、コロナになってオンラインになりましたけれども、3月には今年度も行う予定でございます。で、こういった世界にですね、いろいろな研究拠点を置こうということで、世界中のいろいろな大学と連携した京都大学の研究室を世界に展開するというオンサイトラボ事業というのも行っています。中国だとこのように清華大学、で先ほどの UC サンディエゴ、タイの方でですね、マヒドとかですね、逆に、イタリアの IHOM というがん研究財団には京都大学の方に、そのラボを作っていただいたり、これもタイにあるビステックというところと連携した研究拠点を作っています。その他にもですね、上海の復旦大学と、あるいは台北で台湾大学と、マケレー大学とアフリカでもやってますし、山中先生はグラッドストーン研究所と一緒に研究するとかですね、まあ、世界中にこういった研究施設と京都大学が連携して、京都大学の研究拠点を世界に研究しているわけです。で、これを支えるための現地法人というのをタイとかアメリカに京都大学は設立いたしまして、で将来的にはですね、先ほどのような薬をですね、世界中で人に飲んでいただくような、京都大学で見つけた薬を、治験というんですけど、その国際治験をこういった研究拠点を利用して、行っていこうということを考えています。で、まあ、考える研究機関とともに、京都大学はですね、研究拠点を設置して、まあ、国際的な研究ネットワークを今構築しつつあるところです。で、私はですね、まあ、アカデミア、京都大学のようなアカデミア、あるいは、まあ、UCSD とかその他のアカデミアと、それから京都大学が設立したようなベンチャーと、それから大手製薬会社の3社が協力したような国際臨床試験を進めたいと思ってまして、実際に、イントロのビデオでもあったキノファーマ社は、アスカ製薬という製薬会社とともに、私が、まあ、作りましたパピローマの薬の、子宮頸がんのですね、まあ、前がん病変に対する治験というのを韓国でやっています。で、遺伝病に関しましても、第一三共と、まあ、私一緒にやってきたんですけども、シンファブリ病という、まあ、遺伝病、これ台湾に多いので、台湾大学とかですね、台湾の病院の先生と一緒に臨床試験をやろうと思ってますし、家族性自律神経失調症というユダヤ人の病気に関しましてはですね、我々が開発した看護物をイスラエルや米国で、臨床試験をしたいと思ってますし、疼痛、新しい鎮痛薬に関しては、まあ、
やはりアメリカが一番オピオイドクライシス深刻なので、アメリカでの臨床試験というのを進めようと、今、準備している最中でございます。で、こういったいろいろなお話をしてくるとですね、本当にいろいろ大変なことがいっぱいあります。で、大変な、時にはですね、いろいろ迷うことがありまして、で迷いの時に私、一つ自分で決めていることがあります。で、それがアンドレ・ジードの狭き門というのを、読んでいる時に思いついたことなんですけれども、ここの一節が、滅びに至る門は大きく、その道は広く、これより入るものは多し、命に至る門は狭く、その道は細く、これより入るものは少なし。これ、バイブルの一節なんですけども。ですから、迷ったら、やはり困難な道を行こうというのが、私のモットーです。でただしですね、ここに絶壁にありますように、そんな絶壁に挑戦して、垂直登攀するばかりが道ではなくて、なるべくならステップバイステップで困難な道を行こうというのが私のモットーです。で、こういう、これ、元光庵という京都のお寺さん、北の方のお寺さんの、こういうURL の写真なんですけど、今紅葉綺麗なんですけども、そこに有名な、悟りの窓、迷いの窓というのがあります。で、悟りはこういう丸い円で、いろいろな、平安な世界を表していて、人生というのはこういった四角くて角があって迷いなんだそうですけれども、やはり迷った時には、困難な道を選んでみよう。で、そう私は思い定めています。で、アンドレ・ジード、もう一つ、私好きな本がありまして、ログハンヌ・ハムールという、こういう、一継ぎのもし、死なずばっていう、これも聖書の一節からあって、一継ぎの麦に落ちて死なずば、ただ一つにやら、もし死なば多くの失礼いたしました。一粒の麦、地に落ちて死なずばただ一つにてあらん。もし死なば多くの実を結ぶべしというのが、本来の一節だそうです。で、麦はですね、一粒のままではそれ一粒ですけれども、もし、地に落ちてですね、そこで死ねば多くの実を結ぶ。すなわち地に落ちて発芽してですね、多くの実を結ぶだろうと。ですから、私、なかなかそれは誰も失敗したくはないですけれども、失敗してもですね、もし自分がダメでも、その次の人に、実を結べばそれでもいいんじゃないかというふうに思ってまして、私の尊敬する人を一人紹介したいんですけれども、この写真、日本の方はほとんど馴染みないと思うんですけれども、実はシェイク・マルカーン先生という方で、今、コロナばかりが世の中騒がれてますけれども、少し前はですね、実は、このアフリカの方でですね、これ、シェラネオネという国、この赤いところはシェラネオネという国なんですけども、そこでエボラ出血熱というのが、実は数年前、すごく、流行いたしまして、エボラというのはもう新型コロナに比べたらもうはるかに重篤な疾患で、村が全滅したりとか、もう大変な騒ぎになったわけです。でも皆さんも今、エボラのことをほとんど聞かれなくなったと思うんですね。で、それはですね、このウマルカーン医師とかが、懸命な治療を重ねられて、シェラレオネで、なんとかこのエボラ出血熱の流行を収束させたということに基づきます。で、ウマルカーン先生というのは、このエボラの、患者さんをですね、自分の勤務する病院から一歩も出さなかったんですね。で、今でいう隔離を行ったわけです。で、偉いのは、医療スタッフも病院から出るなと言って、で、自分も病院に留まりました。その結果、彼はですね、自分もエボラに罹患して命を落とす。しかも彼は亡くなる前ですね、自分の血液をですね、アメリカの研究機関に送り続けられて、それをもとに実はエボラのワクチンが作られたと言われています。ですから、本当に彼はですね、一粒の麦で亡くなられましたけれども、
人類をね、この、エボラ出血熱から救うという、多くの果実をもたらしたと私は思っています。で、こういうふうに亡くなられた方の話すると、暗くなるので、亡くなられなかった方の話も一つしておきたいと思います。今日、たまたま南極、12月14日は南極の日なんだそうですね。アムンゼンが南極に到達した日を記念して、南極の日というんだそうです。で、実はアムンゼンはもちろん、南極に到達して偉い方なんですけど、私はですね、実は、アーネスト・シャクルトンという方の方が実は好きでして、実は、南極当時ですね、1911年ですか、12月14日にアムンゼンが南極に到達したときに、やっぱり一等賞競争をみんなしてたんですね。で、イギリスのスコットという方と、このアーネスト・シャクルトンという方とアムンゼンと3社が南極、誰が一番乗りするかを競っていて、で、結果としてはご存知にアムンゼンが一番に到達したんですが、スコットという方も実は到達してたそうです。ところが、帰ってこれなかったということで全滅してしまいました。で、アムンゼンとスコットぐらいまではみんな知ってるんですけども、実はアーネスト・シャクルトンという方は3番目だったので、誰も知りません。この方は南極には到達できませんでした。で、ただなぜ私は彼を評価するかというと、実は彼はですね、南極点には到達できなかったんですけれども、隊員を全員生還させました。もう少しで南極に到達できるというところで、これは無理だと判断して彼は帰還したんですね。その結果、隊員は全て助かりました。実はもう一回彼は探検に出てるんですけど、それでもですね、船が難破したりして、もう大変な苦悩があって、でもその時も全員生還させてるんですね。で、そのアーネスト・シャクルトン、当時のロンドンの新聞に出した広告がこうだそうです。隊員募集ですね。マン・ウォンテッドって、ハザードジャーニーというので、ハザーダスジャーニーというので、日本語では求む男子、至難の旅と、わずかな報酬、極寒、暗黒の長い日々、絶えざる危険、生還の保証なし、ただし成功の暁には名誉と称賛を得る。こういった広告を出してたくさんの人が集まったそうです。私、研究にはですね、そう甘い言葉でですね、ベンチャーとか誘ってるとこたくさんあるんですけど、若い人はそういうものには行かない方がいいと思います。こういう広告でも行きたいと思えるようなベンチャー研究室にぜひ参加して、名誉と賞賛を運が良ければ得ていただければというふうに思います。最後にですね、英語本メッセージということで、アントレプレナーになってみようかなと思っている方に少しメッセージを送りたい。で、組織的であれという、ちょっとお話したようになかなか京都大学はですね、個性があって才能のある方たくさんあるんですけれども、なかなか組織的である人が少なくてですね、京都大学の方には特にみんなの力を合わせるということは重要ですよということをメッセージとして伝えたいです。それからもう一つはですね、やっぱり未来に備えようっていう、例えばパピローマのワクチンみんな打たなくなったら何が起こるかというと、それは子宮頸がん増えるんですよね。そんなのは当然のことなんです。そういうものに対して、やはり新しい薬が必要だっていうのはもう見えているわけで、そういったことに、今ある目前の危機とかではなくてですね、みんな多分今、新型コロナの薬、世界中作ってると思うんです。私は作りません。そんな誰か作るだろうと。でもやっぱり、誰も振り返らないけれども、いろんな遺伝病の方とかですね、それはやっぱり誰かが作らないとそういうのなくならないんですね。そういった未来に、見据えて、いろいろな新しいことを始めていただきたいと思います。この言葉は実は私の3代前のですね、教授の西村先生という方がですね、もう1950年代から私、実は生まれる前から教授やってる方で、私はお目にかかったことはないんですけど、その方がこういった言葉を残されていたので、感銘を受けて、私はザイルの命にしています。で私自身の言葉を一つだけ
これはですね、ファースト、もちろん新しいことを始めるので、ファーストマンになってほしいんですけれども、一方で、ラストマンであってほしい。で、ラストマンというのはですね、よく、船乗りの方はラストマンシップっていうんですけども、船がですね、沈没するときに船長というのは最後まで残るんですね。で、そういった最後まで責任を取るようなラストマンであってほしいというのが私のメッセージです。最初に始めること大事なんですけども、最後まで責任を持つと。先ほどのカーン医師とかもですね、本当に、最後まで病院に踏みとどまって、治療に当たられた、そういう、医師であるので、アントレプレーナーとして新しい、ベンチャーを始めて、で、最後まで責任を持つ、そういったことを皆さんにしてほしいなというふうに思います。私自身もですね、実は、これコロナになったので、今こんなふうに写真撮れないので、コロナ前の忘年会とかの写真なんですけども、本当に多くの研究者の人、若い人に参加していただいて、いろいろな薬を作ってます。ここにありますように、いろんな方、いろんな企業にも支えていただきました。こういったみんなの力を合わせることで、新しい薬を作り出していくというようなことをできるんじゃないかというふうに思っています。ちなみに、小さい子参加してますけど、私、児童虐待はしていません。これは、うちの、テクニシャンの方々ですね、女性多いので、女性に忘年会どうぞ奥さん連れてきてくださいと、ご家族も一緒にどうぞと言ってるので、もう、お子さんたちもですね、毎年来てると馴染んでしまいまして、こういうふうにうちは、ホワイトな研究室でありながら新しい薬を作るということを両立させてやっているところでございます。ご清聴ありがとうございました。萩原先生、ありがとうございます。1点だけ質問させていただいて、デバンさんにご登場いただこうと思うんですけれども、こういったその難病のご研究だとか、スタートアップと両立というか、両方されているわけなんですけども、京大のどういった文化がこういったその先生のご活動を支えられているとか、その背景にあるというふうにお考えになっているでしょう、お考えになってますか？はい、ありがとうございます。私、都大学に来る前は、東京医科歯科大学、東京の方で教授してたんですけども、京都に来てですね、本当に良かったなと思うのは、ものすごく自由なんですね。で、新しいことを、面白いことをやるということに対して、すごくポジティブです。で、そういう京都は、古い文化も、大事にされるんですけども、一方でですね、新しいものに対してものすごく前向きです。ご存知の通りですね、私、蹴上っていう京都の東の方に家を持ってるんですけど、その近くに、実はアジアで最初の水力発電所を作ったっていうありまして、琵琶湖の水を琵琶湖疎水って引いてきてですね、で、アジアで最初の発電所っていうのは実は京都に作られてるんですね、明治時代に。また京都に来られる状態になったらぜひ見ていただきたいんですけども、そういった新しいものに対する、貪欲さとかですね、新しいものに対してオープンであるという文化、また自由を尊重するという文化こそがですね、私は京都大学はもう本当に新しいアントレプレーナーを生み出すのに、日本では一番向いている大学だというふうに信じています。ありがとうございます。それではデバンさん、お願いします。ここからちょっと英語にさせていただきますけど、So Devan, you have been in biotech industries in various different capacities. You have also spent some time at Kyoto University. I recently had an opportunity to work with you on a personal level in establishing a new non-profit organization, Kyoto Collaborative, and I continue to enjoy working with you on the board and by serving the board. So tell us about yourself, including your time at Kyoto University, and what is Kyoto Collaborative? Sure. So first, I actually would like to just personally thank Professor Hagiwara for this really, really insightful presentation.
We met actually for the first time 4 years ago, a little bit more than 4 years ago. And I have to say, いや、今でもやっぱかっこいいですね。萩原先生。But yeah, he was yeah, really great. And so about me, I'm from Los Angeles, California originally. I'm originally trained as a scientist. And so my research areas were regenerative medicine, gene therapy, biomaterials, and tissue engineering. I then got out of academia and basic research and went into the intellectual property world. I was a patent examiner for the US government at the US Patent and Trademark Office for quite some time. And then got out into the private sector. And now I am a patent attorney and a corporate attorney. So I guess in Japan, you would say a benrishi and a bengoshi. But focused on biotech and life sciences. And so I run a company called Anioplex LLC. It's a consulting firm that provides advisory on strategic considerations, basically strategic, scientific, and business advisory. I work with startup companies, large corporations, and venture capital firms. Actually, interestingly, I work with one of the startups that's in the Kyoto University Venture Incubator that Professor Hagiwara mentioned, MyoRidge. They're doing very, very exciting work with Shinkin Saibo, making cardiomyocytes out of iPS cells. And I am also an advisor for a Japanese venture capital firm, Beyond Next Ventures. They're actually one of the premier Japanese venture capital firms investing in deep technology. And they're one of the investors in several of the Kyoto University derived startups. And I also, I'm the vice president of intellectual property at a US-based startup called Turn Biotechnologies. We are an mRNA therapeutics startup and doing a lot of really interesting things. So that's me. So for me, I ended up, my story with Kyoto started in 2006. I was over there as a postdoc at the Saisei Ryo Kenkyujo, right, the Institute for Frontier Medical Sciences. And that experience just changed my life. Both Kyoto and Kyoto University, so many, I mean, I can't even begin to describe, but it's really done so much towards developing who I am today and what I have become, both in terms of career and as a person. And yeah, so many things. But I guess actually one thing I was thinking about a little bit when we were starting this call was going over to eat lunch with my lab mates at Seikyo, right? Which was always fun. But, you know, coming from America, you know, the interesting about Seikyo is they put the calorie content on for all of the things in your receipt. So my early nickname in Kyoto or in Kyoto University was a mega calorie because I came from US and I ate the, you know, US size lunch. But yeah, and then eventually my nickname in Kyoto became Deban. So please feel free, call me Deban. And then that's my stock phrase, Deban no Deban. So yeah, so I'm serving as the president of Kyodai Collaborative. And so to briefly just talk about it and what it is, it's a new organization. So we are a North America-based nonprofit organization that's basically like a Friends of Kyoto University type of organization. And the purpose of this organization is to advance Kyoto University's commitment to academic excellence through education, research, and the development of diverse leadership. And so one thing about it, so I guess what I can say is this all came about last year when some, thank you, is when some alumni and people related to Kyoto University got together and recognized the need to establish a broad community that's independent of Kyoto University, but still related to Kyoto University, where people who went to Kyoto University, who are currently at Kyoto University, who are related to Kyoto University, or who just love Kyoto University,
can get together and support each other and support the university and help to push forward new frontiers. And so the goals of the organization are to promote the university and things going on at the university by highlighting and also helping to develop new collaborations, whether these are research collaborations or other kinds of collaborations in diverse fields, to help to empower the next generation of students and staff and other people associated with Kyoto University by helping to imbue them with the skills and networks that they need to thrive in an increasingly globalized society, and also to grow and develop the overseas audience and overseas support for Kyoto University, starting in North America. The main ways that we're doing this is through webinar programs, such as today's webinar, and also through leadership development programs that we run for Kyoto University students. But that's not all that we are doing and going to do. And so we are, now that we are established, we are going to be ramping up our activities a lot. So this is a really exciting organization, and I'm really pleased to be able to introduce it today. And so I would like to invite everybody who's watching today or who's going to watch the recording, please join us and please support us. This organization is open to everybody. You don't have to be a graduate or have a formal affiliation with Kyoto University or anything like that. It's open to anybody who has an interest of or considers themselves to be a friend of Kyoto University. So that's, I think that's pretty much what I had to say. Thank you, Devon. That was really helpful. So I'm gonna ask, I wanna ask both of you, how has your relationship that you cultivated at your Kyoto University have professionally and personally helped you? And I think Devon, you kind of started a little bit going there, but I'd like to invite Hagiwara Sensei first. Yeah, okay. So as I said in my talk, networking is very, very important. Not only the scientists, but also the lawyers or businessmen or any person can involve in the network of Kyodai Collaborative. Then we can do what we ever. So we can start from small things, but if we wish to change the world to be better, then we can contribute to this. Yeah, I totally agree with what Hagiwara Sensei said. It's one of the key things, and it keeps on popping up every time we talk about venture in Japan, is the ecosystem, right? And the ecosystem components are all of these support components that factor into it. And that's one thing we're really interested in doing in Kyodai Collaborative, is taking the international people associated with Kyoto University and using that network, using that ecosystem to help feed back and help to contribute to the development of new innovations out of Kyoto University. But for me personally, one thing that's really funny that came up this year, so this year I joined Turn Biotechnologies, which is a great, very innovative mRNA therapeutic startup. Now, part of our core technology is its epigenetic reprogramming that is, it grew out of, or it builds upon the original idea of cellular reprogramming, which of course is the innovation of Professor Yamanaka of Kyoto University. And so for me, actually, I was a postdoc in Saiseiken in 2006, at the time that the first IPS paper was published from our institute, and Professor Yamanaka was still part of the institute. And so, for me, I mean, of course, it's not like, I got this position because of that relationship or something like that, but it really helps me to feel very tied in with the narrative of what the company that I work at right now is doing. And having that history there and having followed this technology for
the last 15 years is helping me with what I do every day right now. Okay, yeah. So Professor Yamanaka is great. Also, Professor Honda is great. But they themselves, cannot produce any drugs for themselves. My point is, networking. We need people to realize new therapy or new drugs. So in the United States, if you start very hopeful venture company, then many investigators, invest so much money, or many researchers join to the company, or many businessmen or lawyers sometimes, come to the venture company. But in Japan, most people are skeptical of venture companies, so they are very reluctant to invest their own money into a venture company. And young students want to join to big pharmaceutical company, not the small venture company. So that's a general tendency of Japanese culture. But I would like to change the culture from Kyoto University. Yeah, No, I was going to the next question. So if you have a comment. Yeah, no, I was going to say, yeah, I totally agree with that. I mean, I think in the US also, I mean, it's all about how to de-risk venture, right? And how you can de-risk bioventure. And we see emerging models like venture creation and things like that, where in the US, where people are trying to figure out ways to get around that. But yeah, I totally agree. I think that, part of it is a lot of times in the US, in academia, it's hard, to find other positions. And sometimes people end up pushing into venture because that's seemingly the clearest route. And then on the other hand, at the same time, it is a more viable option. So I think maybe not just de-risking it for the other people involved. Usually we think of de-risking in terms of de-risking for investors. But I think in that sense, de-risking it in maybe a societal way for the staff or the university people that want to take that kind of career and do that kind of work. Yeah, I think if it can be de-risked in the ecosystem in Japan, that would be great to help to build out these technologies and companies. I totally agree. So unfortunately, I have a lot of questions that I wanted to ask both of you, but we are running out of time. So the last question I have for both of you is that recognizing that we have many participants joining from Japan, some of them may be current students at Kyoto University or recent graduates Kyoto University. What would you say to these young folks? 萩原先生、and Devan お願いします。Okay, I already show my take-home message at the last slide. So with my original word, become the first man and be the last man. Yeah. First, usually Japanese people want to follow the first person because first person has a biggest risk. So, to be successful man, usually people follow the first man. That is a general tendency. But so to start the company is, to be the first man first. After that, you should be the last man. That's my message. I would say, for me, I would say go with the flow. Don't be afraid to try new things, and don't be so stuck on a plan, because sometimes the path will take you in a different direction. And if you're too stuck on a specific plan, then you actually might lose out on bigger chances at success. So go with the flow, do what seems natural and do what seems right. I would say, don't plan too much, but at the same time, give yourselves the tools, the general tools that you need to move forward and succeed. And yeah, don't be afraid to try new things. Don't be afraid to evolve. Don't be afraid to,
I was more than 40 years old when I became an attorney. So, it's, yeah, you can always keep evolving yourself and keep improving and keep on doing new things. So just always seek those opportunities to grow. ありがとうございました。こちらで、ウェビナーの、メインイベントというかは終了させていただいて、最後に京都コラボラティブに、まつわるお知らせが、1点ありまして、あとその前に、今回のウェビナーのアンケートがございますので、お時間許せばぜひお願いいたします。それからロゴコンテストの、ご案内をしたいんですけれども、次のスライドに、お願いします。先ほどデバンさんより紹介いただきましたけども、今回アメリカの、501c と呼ばれるある種の、NPO 法人なんですけれども、こちらを通じて兄弟に事実上寄付ができるという団体でして、そこでロゴを、募集しています。で、ここに詳細があるんですけれども、こちらの QR コードから兄弟コラボラティブのウェブサイトに飛んでいただくことができますので、そして、ロゴコンテストの詳細についても、ご覧いただくことができます。コンテストは来年の1月31日、東海岸時間の夜中まで、空いておりますので、ぜひ皆さん、創意工夫を凝らしてロゴを考えていただいて、ご提出いただければと思います。選考は我々京都コラボラティブのファウンディングボードメンバーにて選考させていただく予定です。では以上をもちまして、この本ウェビナーを終了いたします。皆さんご清聴どうもありがとうございました。